皆さんこんにちは、陽介です。今日は1月5日、もう年末年始のお休みも終わりになり、あっという間に仕事始めですね。皆さんはしっかり休めましたか？我が家の年末年始は大変でした。本当にもう残念としか言えない。まず何があったかで言うと、もうインフルエンザですよ。まさかの全員リレー状態で家族4人が順番にインフルエンザにかかってしまったんです。それがよりによって年末年始のお休み期間中に見事に一周したもんですから、どこにも行けず、もう家でゆっくりしちゃいました。というわけで今日はそんなインフルエンザ地獄のお話をしつつ、そこから学んだことなんかをまったりお話ししていきたいと思います。最後には風邪、インフル予防のために買った加湿器の話もしたいのでお付き合いください。さあ、まずは事の顛末をお話ししましょう。うちは家族4人なんですけど、私が12月24日クリスマスイブにインフルエンザを発症してしまいまして、クリスマスイブは実家の母と私の家族でご飯を食べていたんですが、私一人が寒い寒いって言っていて、家に帰って体温を測ったら 39.4 度。次の日病院に行ったんですけど、インフルエンザが流行りすぎちゃってて、その病院だともう受付してもらえなくて、寝るしかありませんでした。熱を出した時に1本動画撮ったんですけど、ちょっと顔色悪いですね。私だけならよかったんですが、そこから2日後の12月26日に息子が発熱、そして12月30日には娘にも移り、挙句の果てに元旦には妻までダウンという最悪のリレーですよ。しかも絶妙に間隔空けてくるんですよね。1日挟んで次の人が熱出すから、看病移る看病移るみたいな感じで、実質誰かが絶対に寝込んでいる状態だったんです。結局年末の餅つきとか初詣とかの計画は全部なくなって、クリスマスイブから1月3日くらいまでずっと家に引きこもってました。子供たちは冬休みだから学校に行く必要はないにしても、せっかくの長い休みにどこも行けなかったので、ちょっとかわいそうでした。娘なんかはいとこに会うのを楽しみにしてたんですけどね。皆さんの中でも年末に体調を崩した方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、本当にまだまだ流行っているみたいなんで気をつけてください。私は息子の少年野球のクリスマス会に参加したのがきっかけでウイルスを拾っちゃったみたいなんですよね。室内で結構人もいたから、いわゆる密な状態で、他の家庭の皆さんも結構かかってたみたいです。仕方ないですね。あと家族の誰かがかかったらもう諦めるっていう、家族間の接触ってどうしてもゼロにはできないですから、感染リレーは覚悟した方が精神的に楽かもしれません。ちなみに病院が休みの時期かつ混みすぎてて行けなかったんですが、インフルエンザの場合薬がもらえるので病院には行った方がいいですよ。今回めちゃくちゃ痛感したのは、
元気でいることのありがたさですね。何を当たり前のこと言ってんだっていうかもしれないけど、本当に身に染みました。健康の時は忘れがちなんですけど、健康じゃなくなると気づくんですよね。いやほんと健康第一ってこういうことかって再認識しました。昨日くらいにやっと家族全員が回復して健康っていいなって思いました。実は去年もこの年末年始にコロナにかかって家族でリレーしたんですよね。来年はもう勘弁してほしいです。で、今回めちゃくちゃ思ったのが、室内の空気の乾燥が結構影響してるんじゃないかなっていうことなんですね。特に冬場って暖房をつけるから余計に乾燥しがち。空気が乾燥すると喉の粘膜とか鼻の粘膜が弱ってウイルスにやられやすいっていうじゃないですか。なのでこれはやっぱり加湿器を導入しようと年末に Amazon で買っちゃいました。そして買ったのが象印の自宅用加湿器。ポットとか魔法瓶で有名な会社ですよね。これがね、意外といい感じなんですよ。象印の加湿器ってスチーム式なんですよね。お湯を沸かしてその蒸気を出して加湿するスタイル。給水してから割とすぐに加湿を開始してくれるし、煮沸してから出すから衛生的にも安心って言われてるみたいで、昔他社の気化式や超音波式も使ったことあるんですけど、ちょっと手入れが面倒だったりカビとかが気になることもあって、スチーム式はそのあたりかなり手軽かなって思います。もちろん暑くなるけど、そこまで高温の蒸気が出るわけじゃないし、子供が大きくなった今はとりあえずそこまで大きな問題じゃないかなと。で、実際にリビングに置いてみたら部屋の乾燥が和らいで喉のイガイガ感が結構減った気がします。朝起きた時にあれ喉痛くないやっていうだけで嬉しいですよね。妻も空気の乾燥がマシになったから肌が楽って言ってるし、子供たちも以前ほど静電気バチバチにならなくなったし、なんか地味に買ってよかったアイテムですね。ちなみに私が選んだモデルはタンク容量が4リットルのやつ。途中で水が切れたら面倒かなと思って、やっぱり加湿器って給水のしやすさとか手入れのしやすさが重要ポイントですよね。皆さんも冬の乾燥が気になるなら加湿器導入を検討してみてはいかがでしょうか。特にインフルエンザや風邪の予防には湿度50%から60%くらいをキープするといいって言われてます。そんなわけで今回の年末年始はインフルエンザで家族全員ダウンしてどこにも行けなかったという悲しすぎるエピソードをお送りしました。でもね、これもある意味家族の絆を確かめる時間であったかなと。看病し合って来年こそは楽しいお正月にしようっていう希望を共有できたのはちょっといい思い出になるかもしれないです。今は正直笑い話にできるほどの余裕も出てきました。みんな元気に回復したんでよかったかなと思います。ただインフルエンザって今年だけでなく毎年どこかで流行する可能性が高いので、皆さんもぜひ気をつけてください。マスクや手洗い、うがいなんかは定番ですが、加湿器を使って
室内の湿度を保つのも本当におすすめです。象印以外にもいろいろあると思うので、自身に合ったものを探してみるといいんじゃないでしょうか。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。明日からお仕事や学校が始まるという方、頑張ってくださいね。私もインフル上がりの体力をしっかり回復させて、新年スタートダッシュしたいところです。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。皆さんも健康第一でこの冬を乗り切っていきましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。